皆様こんにちは。米谷彩子です。今日は皆様からいただいたご質問の中から右手の弓の持ち方と柔軟性についてお話ししたいと思います。まずはご質問から読ませていただきます。バイオリンを学ぶ際に右手の指の形を卵を握るように丸くするといった抽象的な説明をよく耳にします。ところが、特に身長の低い子供、または指の短い子供や大人において、ボーイングのグリップで薬指が硬直してまっすぐ伸びてしまったまま演奏している不思議な現象をよく目にします。小指はしっかり曲がっていて弓の重さを受け止めているのに、このような現象が起こる場合、どのように指導すれば右手のグリップの形を正しく伝え、さらに自然に弾けるように導くことができるでしょうか。それからもう一つ、ボーイングをより高度に扱う段階になると、指の形によって違いがあるのか、特に薬指がまっすぐ伸びたままで弓を動かす生徒をよく見かけます。リコシェまではいかなくても、右手の指を柔軟かつ正しい形にする方法を勉強する方法が知りたいです。というご質問だったんですけど、しばらくこのことについて考えてみました。それで一応弓の持ち方について復習するのがいいんではないかということと、それともう一つ考えたのは、指を置く順番っていうのもあるんではないかと思います。それから最後に指を柔軟にする運動、これも前の方でご説明したと思うんですけれども、それをもう一回ここで話してみたいと思います。でもともかく右手っていうのは、私が箸の持ち方を割と最近に矯正したんですけど、結局自分で箸を持って食べることに慣れてしまっているものですから、どうしても前のやり方でやるっていうことなんで、弓も同じなんですよね。だから初めはこうきちっと持ててるのに、弓の曲が終わったらこの辺こう歩いていってこの辺持ってる生徒とか結構いますし、だからこれはかなり上達しても弓の問題っていうのはかなり難しい問題だと思います。それではまず弓の持ち方について復習してみたいと思います。私はちょっと子供に教えるみたいな言い方をしますけれども、まず親指を私はハーフ&ハーフと呼んでます。ここにこう出っ張りが、ここフロッグって言うんですけど、ここの出っ張りに半々ですね。ハーフ&ハーフですから、コーヒーに入れるハーフ&ハーフみたいなんですけど、ここの出っ張りにここの半々入れてください。だから一つは木に必ずこの皮の巻いてあるのと、ここの間には隙間があるはずなんですけども、隙間がない弓っていうのはちょっと困っちゃうんですけど、こことここにハーフ&ハーフってまず言います。それからいつも子供さんにミスター・サム、親指さんと中指さんは真向かいに住んでます。でも一緒に住んでないのでくっつくことはありません。だからミスター・サムとミスター・メドマンはこれが一番大切なことなんです。ガラミエンが C を作るように、この第一関節のところと C を作るようにってすごく強調してますけど、弓の持ち方においてこれが一番大切だと思います。それによっていろんな柔軟性ができているか、だからこう支点になってるんですね。これがずれてしまうと、例えば大体親指はみんなここのハーフ&ハーフに入れてると思うんですけど、こう普通こうやった場合って大体親指っていうのは少しこれとこれの間みたいな感じに落ちると思うんですね。こうやって手をブラブラさせた場合。ただこれはこういうふうに持つというここでこう視点を持ちますから、少しこういつもよりはこういう感じになると思うんですね。でこうハーフ&ハーフミスターミドルマンをやったら、次にこういろんな言い方がありますけど、私はスヌーピーを想像して、スヌーピーの鼻のように真ん中はこう丸くやって、ここはスヌーピーの耳のように両方ともできるように。で子供さんには教えてます。
スズキのアメリカのスズキは多分バニーさんって言ってこういう風に教えてると思います。こういう風に。でもこれは年を取ってくるとこう視点っていうか集中するとこが1点じゃないんですね。こうなると。私はやっぱりガラミアンの言うのように half and half と中指がこの first第一関節とここのところが当たってるっていうのが一番いいと思います。それでこう一番薬指っていうのがある意味でこう役割分担としてあんまり役割分担が少ないものなんだと思います。それに役割を与えてしまっている人がいるんですけど、そうじゃなくてこっちでプロネイトって言ってるんですけど、弓っていうのはこういうふうに平行に持ってしまったらどうしようもないんですね。だからこう持った時にこれと思った時にもうすでに少し傾きます。それで人差し指はほとんど第二関節に近いところ、それから小指は第一関節の上に乗せるとこう例えばこういうふうにプレッシャーエクササイズで押した場合に痛いですから、そのちょっと前のところっていうのは割とこう神経が通ってないのか、この骨の上に乗せてしまうと痛いところがあります。それから第一関節と第二関節っていうのはで押してる人がいますけど、これだと重力がかからないから、これもあんまり私はお勧めしません。だからもう本当に第二関節のちょっと前に、ちょっとどういう風に見えてるかちょっとわかんないんですけど、実はそういう風にやっていただけるといいと思います。それで小指は前もお話ししたと思いますけど、どんな安い弓でも八角形になってます。それでチェロはこっち側で持ちますけど、この一番上の平らなところよりもこう自分の方にちょっと近いところですね。こうやってしまったらずり落ちちゃいますからですから、これはもう自分の感覚の問題ですけど、上にこう乗せないようにっていうと、こういうふうに上に乗せてしまうとこう押すことも引くこともちょっとできないんですね。ただこのエッジに持っていくと弓っていうのはよく持てます。だからそれができた後で、そうするともうこれとこれとこれも決まってきてますから、薬指っていうのは割と添えてあげるだけでいいと思います。もちろんその前に例えば親指が、だからこの弓の持ち方っていうのは車のタイヤみたいにこう柔軟性がないとダメなんですね。だからスズキの教室っていうのはこう割とこうバチッ、そのためにこの最初にこう持った時にこれをものすごく曲げるようにっていう風に教えてます。それはそれで合ってるんですけれども、それがこのままで例えばこう置いた時にここがくっついたままでずっとっていうとまた結局の要するところはこれが両方どちらでもできるっていうことが重要なんです。っていうのはそのクッションの車のスプリングが効いてないみたいな感じになってしまうと、やっぱり弓っていうのはかなりこう傾斜もありますから、弦の傾斜なんかもそれをこうその衝撃を受け止めていかなくちゃいけないので、例えば親指も伸縮性がどっちでもできるようにこうなってしまったらっていうのを避けるためにこういうふうに教えてるんですけど、これでまた固まってしまってもダメなんです。だからこれが両方どっちでもできてるように、それからこっちも両方どっちでもできてるようにっていうのが大切なんです。それでなんですけど、さっき言ったのは多分順番っていうのは、例えばこういう風に持ってしまってこういう後でこっちをくっつけるとどうもなんか寸法が足らないみたいにちょっと前に引きずられるような気がしないでもないんですよ。だからまず親指真ん中、それからこっちをこうちょっとこう耳をこうやってバランスを取るみたいな感じで自分で大体第二関節、大体ですね、第二関節じゃなくて第二関節よりちょっと前ぐらいに置いた感じでいくと、薬指っていうのはこう収まるところに収まるような気がするんですよね。人によってこの飾りをこれをカバーするようにって教えてる人がいます。これはもちろんここにものすごくテンションがかかりますから、私はそれはレコメンドしません。だからこういう風な考え方もいいんですけども、どちらかというと焦点は真ん中で、それであとはこうなんかここにちょっと持ってこなかったですけど、なんかこう物をこうなんて言ったらいいでしょうかね。これはなんか私のスタンドですけど、こう何でもこういうふうに持つ時って割とこうゆっくり持ちますよね。でここが少し空いた状態で持つと思うんです。それと同じです。
こういうふうに持っていただければと思います。それでだいぶ解決するんではないかと思います。薬指が突っ張るということは別に短いわけじゃないと思うんですね。身長とかにもあんまり関係ないと思います。多分これとこれを一緒に出してしまっていて、そうするとこういうふうに一緒に出すとどうもなんとなくこっちも前のめりに出てこなくちゃいけないような、そんな気がちょっとします。だからこれとこれを決めて、これとこれが終わったら置きたいところに置いてください。その音を出すということはこれはとっても重要です。プレッシャーをかけるっていうのにとっても重要ですし、これは例えばこの元の返しだとかは全部小指に頼ってますから、すごく大切なんですけど、薬指っていうのはこれといって私はそんなに重要な感じはしません。だからただ添えていただけたらと思います。ただもうこれが決まってて、これも決まってて、ここに置いておくだけでしたら、例えばこれをカバーしなくちゃいけないとか、これを両方持ってって言うとどうしてもこれが出てきますから、こういうふうにそうじゃなくてやっていただけたらと思います。それと突っ張るっていうのはどうしてもやっぱり怖いからお猿さんじゃないんですけど、こういうふうにだからそれはどうしてもこのグラグラするっていうのがとっても怖いので、どうしても伸ばしてしまうとか、それで物に捕まってるみたいな、そういうことがあるんじゃないかと思います。私はどちらかというと薬指が突っ張ってるっていう生徒よりも、初めはこうやって「はいちゃんと持てましたね」って言って、あれと思って曲の終わりまで来たらこうやってここに持ってるっていう生徒が結構いたんですね。それはもちろんどうしてかっていうのは簡単なことです。どうしてかっていうと、こっちが重くてこっちが軽くて、こうやって持ってる時とその重さの変化に適応しなくてもいいからなんです。こっちに持つと重さをかけて、この真ん中を過ぎた時から自分でかけていかないとサステインした綺麗な音が出ないので、それをやめるため、ここで持ってしまえばこのままいけばいいからっていう、その理由でやってるんですけど、だから例えばはいきちっと持てましたねって言って、それで最後までちゃんと持ててるかっていうのはやっぱり日々気をつけるしかないんじゃないかと思います。私も1年半ぐらいお箸をいわゆる鉛筆持ちをしてたんですけど、でもやっぱり鉛筆持ちだと細かいことができないんですね。だから結局これなんかでもこういう風に持ってると飛ばすことがあんまりできないと思うんですね。だからそうしてくるとやっぱり細かいテクニックができなくなるので、それだったらこういうことをいちいち気をつけなくちゃいけないっていうことがあると思います。これも前のどこかのビデオで言ったと思うんですけど、多分これはアーノルド・シュタインハートのバーリン・ドリームスの本の中か、それかもしかしたら原田先生かなんかがどこかでおっしゃってたことなんかもしれないんですけど、その話っていうのは、そのガラミアンっていうのが初めにフレッシュマンの1年生に弓のエクササイズの宿題を出して、で一生懸命そればっかりやるんですよね。そしたら家を借りてる人の家主の人が心配して、バイオリンを練習してるはずなのに何の音も知ってないからすごい心配したっていう話がどこで聞いたのかちょっと覚えてないんですけど、そういうことでガラミアンはものすごくこういうエクササイズ、指の屈伸運動みたいなのをすごく生徒に真剣にやらした先生だったんですね。私自身はディレイ先生でやった覚えはないです。まずこっち方向の屈伸ですね。だからこっち、これは割と結構慣れてくるとこういうことですから問題なくできるはずなんです。でもやったことがなければ、ここの一つ一つの関節が鍵がかかっちゃってる人は割とやる運動ですね。私も1年生大学に入ってきたらやるんですけど、こっち方向を今やってるわけなんですね。こっちの方向ですね。問題はこっちの方向なんです。これを置いといて、いつもこれを生徒さんにじゃあこうやってくださいって言って、でじゃあ弓を持ってって言うとどうしてもこうなっちゃうんですね。だからそうじゃなくて、これは手首プラス
こっち側でいく、こういうことですね。これはできてるとものすごく役に立ちます。例えばこれタン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 、これだけで押していくことができるんですね。それからこっち方向と、それからこれはすごく小指を使います。この2つのエクササイズはとてもガラミアン先生が強調して生徒に教えていらっしゃいました。というわけで今日の速攻訳っていうのは弓の場合ありませんけれども、今日やったことが何かのお役に立つといいと思います。それではまた次回にお目にかかりましょう。